夏場に作る野菜スープで私がやっていること。皆さんこんにちは。寒い時期は野菜スープを煮て食べる習慣が難なく身についても、今年のように猛暑だとちょっといいかなと野菜スープ作りが遠のく人も多いはず。またやる気ばっかり先行して野菜をたくさん買ってきたものの、明日にしよう伸ばしになってしまって野菜室で傷んでしまうこともしばしば。これは私のこと。夏の時期も抗酸化力を落としにくいスープ作りの注意点とポイント、私がやっていることをお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。野菜スープを煮た後、夏場は特に冷めにくいですよね。30度から40度が一番細菌が繁殖しやすく、この温度帯をなるべく短時間にすることが大切です。冬場は水につけるだけでもすぐ冷蔵庫に入れることができますが、夏場はなかなか冷めないので、スーパーなどでいただいた保冷剤を溜めておいて水に入れ繰り返し使っています。しっかり冷めてから冷蔵庫に入れないと、夏場は冷蔵庫の開け閉めの回数が多く、庫内の温度が高くなりやすいので他の食品が傷んでしまいますので気をつけてくださいね。冷蔵庫で保存した野菜スープは 2,3 日をめどにいただきます。それ以上保存したい場合は冷凍にしています。冬場は私も大量に作って冷凍をしますが、夏場は大量に作るといくら冷水で冷やしてもなかなか冷めにくいので、野菜を冷凍して少量ずつこまめに作ることが多いです。なるべく加熱時間を短くしたいので、スープサラダでいただくことも増えてきました。そしてその時に大活躍するのが自家製冷凍野菜です。野菜を冷凍すると栄養価が落ちてしまうのではと思っている方がおられるかもしれません。でもご心配はいりません。冷凍した時点の栄養価がほぼ維持できるそうです。そして冷凍した場合、もう一つ良い点があります。この動画でファイトケミカルを取るにはなぜサラダではなくスープなのかということを詳しく説明していますが、おさらいしておきましょう。抗酸化作用豊富でがん予防にもいいと言われ、免疫力も整えてくれる第7の栄養素と言われる近年注目されるファイトケミカルは硬い細胞壁に守られて存在しています。ですから細かく切ってもスムージーにしてもその細胞壁はなかなか壊れません。また私たちの咀嚼や胃液でも十分には破壊できないのです。細胞壁が壊れていないままだと十分にファイトケミカルを体の中に取り入れることはできません。ところが冷凍することによって細胞内の水分が凍って膨張し、細胞壁が破壊され、細胞内のファイトケミカルが外へ出てくるという仕組みです。お肉や野菜を冷凍した後解凍するとドリップが出てくることがよくありますよね。それなんです。細胞壁が壊れてしまうからです。野菜スープの場合はこれが逆に良いのです。ファイトケミカルがスープのお汁に溶け込み、無駄なく取れることができ、体に吸収されやすくなります。私がやっている冷凍のポイントは、野菜は薄切りや千切りにします。大きく切ってしまうとやはり筋っぽく感じられることが多いですよね。キャベツや人参は千切りに、玉ねぎは半分に切って薄切りにします。この時期になるとやっと国産のかぼちゃが手に入りやすくなってきましたね。かぼちゃも薄切りにしてから食べやすく切るか、小さなサイコロ状にします。これを保存袋で保存しますが、空気を抜くことがポイントです。野菜の酸化を少しでも減らしていきましょう。私は力任せにくるくると巻いて空気を抜くことが多いんですが、もちろんストローで空気を抜くのもいいですよね。それぞれの野菜に分けて冷凍して凍ったままポキッと折って適量使うのもいいですし、1回分ごといろんな野菜を入れて冷凍するのも使いやすいです。今日は
仕事から7時頃帰宅しました。ミニフライパンにこの冷凍野菜を入れ、水を 100ml ほど加えて中火で加熱します。沸騰してから10分ほどすれば野菜は柔らかくなります。ファイトケミカルも流れ出ています。スープサラダとしていただいてもいいし、もう少しお水を足して今日はスープとしていただいてみます。塩と胡椒を少々加えてオリーブ油を垂らします。油を加えることによって脂溶性のベータカロテンなどは体に吸収されやすくなりますよ。現在食品ロスの問題が大きく取り上げられていますよね。年間で約650万トンとも言われていますが、その約半数は家庭からのゴミだとご存知ですか？食べ残しに加え、鮮度の低下や腐敗が廃棄の理由です。私もついつい買い込んで腐らしてしまうこともしばしばです。冷凍するときは少し手間ですが、夏場は頑張ってやっています。冷凍してしまえば毎日がとても楽ちんです。冷凍を上手に使って野菜スープを楽しんでくださいね。毎日のお味噌汁に入れるのも重宝しますよ。そして夏場の野菜スープは食べる分以外は菌が繁殖しやすい温度帯をなるべく短くしましょう。傷みやすいだけではなく、せっかく流れ出したファイトケミカルの抗酸化力も落ちてしまいます。少しの工夫と手間で愛のスープ、野菜だしなど夏場も美味しく、そして抗酸化力を無駄にすることなく手軽に楽しんでいけたらと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。いいなと思ったら高評価、チャンネル登録していただけたらとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。